皆さんは周りの人の精神年齢をどうやって判断していますか？外見の若さや年齢、肩書きや収入で推し量ることもできますが、それだけでは本当の成熟度は見えてきません。実は精神年齢はある3つの場面ではっきりと現れます。それは他人の成功に出会った時、予定が崩れた時、そして自分の失敗が明るみに出た時です。この3つの瞬間、あなたや身近な人はどんな反応をするでしょうか？意外に思われるかもしれませんが、精神年齢の差が一番色濃く出るのは失敗の場面だけではありません。むしろ他人の成功に出会った時の心の揺れこそ、その人の成熟度を映し出す鏡になるのです。素直に喜べるのか、それとも比較や嫉妬で心が曇るのか、その反応は自分でも気づかないうちに日頃の思考や価値観を映し出しています。仏教には人の成熟を測る物差しとして六波羅蜜という6つの徳目があります。それは与えること、伏せ、節度を守ること、自戒、怒りに耐えること、忍肉、努力を続けること、精進、心を落ち着けること、禅定、そして知恵を育むこと、般若です。この6つは単なる理想論ではなく、日常の小さな行動や反応の中に現れます。そして先ほど挙げた3つの場面は、この六波羅蜜のどれを実践できているかをありのままに示してくれる瞬間なのです。今日の話ではこの3つの場面を通して精神年齢をどう見抜くかをお伝えします。単に他人を見分けるだけでなく、自分自身を振り返るための視点としても役立ててください。さらに最後には日常の中で反応を育て直すための1週間のミニ修行もご紹介します。聞くだけで終わらせず、実際に行動に移せば、日々の人間関係や心の安定が少しずつ変わっていくはずです。ではまず最初に、このテーマについてよくある誤解から見ていきましょう。精神年齢を測るとき、人はどんな思い込みをしてしまうのか、ここを整理することで、真の成熟を理解する土台が整います。精神年齢について多くの人が誤解していること。多くの人は精神年齢という言葉を耳にすると、まず知識や経験の豊富さを思い浮かべます。たくさん本を読んでいる人や高い地位についている人は精神的にも成熟しているだろう。反対に若くて経験が少ない人は未熟だろう。こうした考え方は長く根付いてきた思い込みの一つです。もう一つよくある誤解は、我慢が多いほど大人だという見方です。感情を表に出さずじっと耐えていれば、それだけで成熟しているとみなされることがあります。もちろん忍耐は大切な要素ですが、それだけでは本当の成熟とは言えません。必要な時に必要な感情を表し、適切な行動につなげられるかどうかがより重要です。仏教の視点から見れば、精神的な成熟とは他者と自分の苦しみを減らす選択を取れる力です。それは長時間かけて慎重に考えた結論だけではなく、日常の中の短い時間で判断し行動できる力でもあります。こうした瞬間的な反応こそがその人の精神年齢を如実に表します。ここで仏教における成熟の目安として知られる六波羅蜜を見てみましょう。六波羅蜜とは、伏せ、自戒、忍肉、精進、禅定、般若の6つです。伏せは与えること、自戒は節度や規律を守ること、忍肉は怒りや不満を収めること、精進は努力を続けること、禅定は心を静めること、般若は物事の本質を見抜く知恵です。これらは僧侶だけの理想ではなく、日常生活の中で誰でも試せる行動規範です。精神年齢の高い人はこの6つの徳目を意識的に、または無意識のうちに生活の中で実践しています。逆に精神年齢が低い人はこの逆の反応を取りがちです。例えば与えるよりも奪うことを優先し、規律よりも自己都合を優先し、怒りを抑えられずに衝動的に行動するといった具合です。この後取り上げる3つの場面は、それぞれが六波羅蜜の一部を試される状況です。他人の成功に出会った時は伏せや知恵が、予定が崩れた時は自戒や忍肉が、失敗が明るみに出た時は伏せや精進が試されます。
これらの場面でどのような反応をするかが精神年齢を映す鏡になるのです。ではここから最初の場面である他人の成功に出会った時の反応を見ていきましょう。そこに成熟と未熟を分ける明確な違いが現れます。他人の成功に出会った時、心はどう動くか。ここで問いたいのは、他人の成功に触れた瞬間の心の向きです。比べて落ち込むのか、相手の価値を矮小化するのか、あるいは素直に喜び学びを抽出するのか。この反応の違いはそのまま成熟度の違いとして現れます。例えば近所の人が家庭菜園で見事な野菜を収穫してお裾分けしてくれた時、あなたは素直にありがとう、美味しそうだねと言えるでしょうか。それとも暇だからそんなことできるんだと心の中で否定してしまうでしょうか。あるいは同年代の友人が健康診断で20代並みの体力と言われた時、笑顔ですごいね、どうやって鍛えてるのと聞けるでしょうか。それとも内心でどうせ見せかけだろうと突き放してしまうでしょうか。こうした場面は日常に溶け込んでいて、一見すると些細なことに見えますが、心の反応にはその人の精神年齢が如実に現れます。未熟な反応は大抵3つの筋道をたどります。1つ目は心の中で相手の努力を無視して運だけだと決めつけること。2つ目は称賛の言葉を飲み込み沈黙で牽制すること。3つ目は相手の行為をからかいに変えることです。これらは一瞬は自尊心を守るように感じても、やがて自分の行動意欲を奪い周囲の関係を冷え込ませます。成熟した反応は最初の一歩が全く異なります。まず喜びを共にする心を意識して言葉にします。おめでとう、あの工夫が素晴らしいねと短くても具体的な称賛を伝えることです。次に学べる点を一つだけ書き出します。例えば朝の軽い運動を続ける、畑の雑草取りを毎日欠かさないなど、相手の習慣からヒントを得ます。そしてその学びを5分以内でできる小さな行動に移します。家の周りを散歩する、植木の手入れをする、健康に関する本を1章だけ読むなど、日常に取り入れやすい形にするのです。この場面を支えるのは伏せと知恵の2つです。伏せは称賛の言葉や時間、協力を惜しみなく差し出す心です。知恵は感情の霧を晴らし事実から学びを取り出す目のことです。どちらも特別な修行ではなく、日々のやり取りの中で育てられます。もしあなたの周りの誰かが最近良い成果を上げたら、あなたはどんな言葉をかけますか。そしてその人から何を学び、自分の生活にどう生かしますか。思いついたらコメント欄でシェアしてください。人それぞれの視点を知ることで、このテーマの理解がより深まります。次は予定が突然崩れた時の心の動きを見ていきます。予定が崩れた時、心はどう動くか。次に予定が崩れた時の反応です。交通の遅れ、急な依頼、天候の変化など、日常には予想外の出来事が必ずあります。例えば楽しみにしていた旅行の朝に急な雨が降り出した時、家族との食事会に向かう途中で予想外の渋滞に巻き込まれた時、長く準備してきた趣味の発表会の日に体調を崩してしまった時、こうした場面では計画が狂うだけでなく気持ちまで乱れてしまうことがあります。未熟な反応はこの乱れを感情のままに外へぶつけてしまうことです。苛立ちをあらわにして周囲に当たる、自分を責め続けて動けなくなる、誰かをせかしてさらに空気を悪くしてしまうなどです。一時的には気持ちが発散されたように思えても、状況の改善にはつながらず、周囲の信頼も損ないます。成熟した反応はまず一呼吸置くことから始まります。深呼吸をして感情を鎮め、状況を整理し、優先順位を見直すのです。そして今の最短の一歩を決めます。例えば旅行の雨なら室内でできる代替プランを考える、渋滞なら連絡して開始時間を調整する、体調不良なら代役を探すなど、全体を立て直そうとせずに小さな行動から着手します。この場面を支えるのは自戒とニンニクです。自戒は感情に流されずに守るべき行動やルールを保つこと、ニンニクは怒りや苛立ちを受け流し心を乱さずに次の行動へ移す力です。
これらは日常の小さな選択の中で鍛えられていきます。実践としては、今の最短の一歩は何かを紙に書き出すことをお勧めします。頭の中で考えるより、文字にして視覚化することで冷静さが戻り、感情に流されず判断できます。予定が崩れた瞬間は、感情と行動の両方が試される場面です。あなたなら、その場で最初の一歩をどう選びますか？もしよければ、あなたの経験や工夫をコメント欄で教えてください。自分の失敗が明るみに出たとき、心はどう動くか。最後に、自分の失敗が周囲に知られた時の反応です。これは精神年齢の高さが最もはっきり現れる場面の一つです。例えば、友人との約束をすっかり忘れてしまった時、町内会の回覧板を回すのを数日遅らせてしまった時、こうした日常の小さなミスでも、対応の仕方によって周囲からの信頼は大きく変わります。未熟な反応は、隠そうとする、責任を他人に押し付ける、長い言い訳を並べるなどです。こうした行動は一時的に自分を守るように見えて、実際には信用を大きく失います。成熟した反応は、まず事実を認めます。そして、迷惑をかけた相手に心から謝罪し、どのように埋め合わせをするかを具体的に示します。さらに、再発防止のための行動を短いスパンで実行します。この場面を支えるのは、伏せと精進です。伏せは、信頼を回復するための労力や時間を惜しまないこと。精進は、同じ過ちを繰り返さないための継続的な努力です。実践法としては、事実、迷惑、手当の3つの言葉をメモに書き出し、それぞれに1文ずつ補足することを習慣にします。短く整理することで、余計な言い訳を防ぎ、相手への配慮が伝わります。失敗は誰にでもありますが、その後の対応で人の評価は大きく変わります。あなたがこれまでに経験した中で、今だから笑える小さな失敗はありますか？その時、どんな風に対応しましたか？思い出せたら、コメント欄で教えてください。まとめと1週間のミニ修行。今日お伝えした3つの場面。他人の成功、予定の崩れ、自分の失敗。これらはいずれも日常の中で必ず訪れます。それぞれの場面での反応は、あなたの精神年齢を映す鏡です。これらを高めるために、次の1週間のミニ修行を試してみてください。1日目と2日目、誰かの良い行動や成果を見つけたら、一言称賛を口にする。3日目と4日目、予定外の出来事があったら、今の最短の一歩を紙に書き出す。5日目と6日目、小さな過ちがあったら、その日のうちに事実、迷惑、手当を整理して対応する。7日目、1週間を振り返り、実践できた回数と気づきを記録する。精神年齢は年齢とともに自然に上がるものではありません。日々の小さな選択の積み重ねによってのみ育っていきます。まずはこの1週間、自分の反応を意識してみてください。3つの場面のうち、あなたがこれは得意だと感じるものはどれですか？逆に、ここは弱いと思うのはどれでしょうか？その理由や、これから試してみたい改善方法があれば、ぜひコメント欄で教えてください。実践してみた結果をまたシェアしていただければ、次に見直すきっかけになります。今日の内容が少しでも参考になったと感じたら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。